皆さんこんにちは、みやまです。今回は2024年に特に買ってよかったものを10個ほどまとめてご紹介したいなと思います。よく使っているものだったり、生活が変わったなと感じたものを中心に選んだので、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに紹介したアイテムについてはすべて概要欄に記載しておくので、もし気になるものがあったらそちらもチェックしてみてください。ということで1つ目のベストバイアイテムがこちらですね。マテックのモバイルバッテリーになります。実はこれ今回の動画で初めて紹介するアイテムでして、2024年の年末に買ってからすっかりですね気に入ってしまって、もうしょっちゅう外に持ち出しているモバイルバッテリーですね。もうとにかくですね、見ていただいた通りめちゃくちゃ薄いんですよ。なんと 6.9 ミリほどしかありません。でそれでいて磁力も結構強めなんですよね。このカメラ枠に干渉することもなく、本当にピタッと背面にくっついてフィットしてくれるので、この点でも非常に気に入ってます。でバッテリーの容量に関しては 5000mAh ですね。だいたいスマホ1回満充電できるかどうかぐらいの容量になってます。で同じく 5000mAh のマグセーフ対応モバイルバッテリーアンカー CIO のものと比べてみるとこんな感じですね。正面から見た時はこのマテック結構大きめなんですけど、側面から見た時がやっぱ感動するんですよね。こんな感じで厚みが全然違いますよね。パッと見の印象はマテックが多分それぞれのモバイルバッテリーと比べて半分ぐらいの薄さに感じるんじゃないかなと思います。実際これ手で持っていても本当に薄いなっていうような感じがしますね。一応ワイヤレス充電だと最大 15W までの出力が可能なんですが、こんな感じで iPhone にピタッとマグセーフでくっつけて充電する場合は最大 7.5W 充電までの対応となってますので、ちょっとその点だけご注意いただければなと思います。でも iPhone の充電がカツカツでワイヤレス充電だと間に合わないっていう場合はですね、ここに一応 USB-C ポートがついているので、ここのポートにケーブルを挿してあげて、ケーブル経由で充電してあげると最大 20W 出力の対応になってます。あとさらにパススルー充電にも対応しているので、モバイルバッテリーを充電しながら同時にスマートフォンの方も充電することが可能なんですが、基本的にはこういう風にパススルー充電した時はスマートフォンへの充電が優先されるような仕様になってるみたいです。もうとにかく持ち歩く荷物を最低限にしたいなっていう iPhone ユーザーの方にはですね、めちゃくちゃおすすめな感じなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。じゃじゃーん、なんとですね、続いてもモバイルバッテリーのご紹介なんですが、それがこちらですね。アンカーから発売されているプラグとケーブルが一体型になったモバイルバッテリー兼充電器となっております。もうこのアイテムが2024年のベストガジェットと言っても過言ではないぐらい多分皆さん紹介していると思うんですけど、私もですねこれ本当に気に入っていて、もうあらゆる場所に連れて行くのでだいぶ使用感が出ているぐらいの感じのアイテムなんですが、もうとにかく便利なんですよね。もうどんなデバイスでもこれ1個あればもう簡単に充電できるんですよ。まずありがたいポイントといえばここですね。このケーブルが一体型になっているところですね。でしかもこのケーブルが、USB-C になっているので、最新の iPhone だったりタブレットだったり、あとは MacBook みたいなノートパソコンもこの USB-C ケーブル1本で充電できるっていうような感じになってます。でモバイルバッテリーとしての容量は 5000mAh で、そこまで容量が大きいわけではないんですが、なんとここにですねこんな感じで電源プラグが内蔵されているので、電源があるところであればこれも直接電源にブスッと挿してあげて、もうほぼほぼ充電器として使ってあげるっていうことができるようになっているんですよね。でこの電源プラグ経由で何かしらのデバイスを充電してあげるときはですね、なんと最大出力 30W までいけるんですよ。もう 30W っていうと、MacBook で軽い作業をしている時であればもうこれで必要十分ぐらいの出力数なので、非常にありがたい存在なんですよね。でちなみにですね、この電源プラグを使わずにモバイルバッテリーとして充電するよっていう場合でも、最大で 22.5W の出力が可能なんですよね。なのでスマホの充電だったらもう本当にこの内蔵されているケーブルを使うだけで十分っていうような感じになってます。でモバイルバッテリーの残量に関してはここのですねサイドのボタンをポチッと押してあげることで、ここのですねディスプレイにパーセント表示で残量が表示されるようになってます。非常にわかりやすいですね。で個人的にはですねスマホの充電が案外しやすいなと思っていて、というのもですねここの輪っかの部分にこうやって指を通してあげることで、
こうやって充電しながら簡単にスマホを片手持ちすることができるような感じになっているんですよね。これはこれで結構安定感があるような感じで、しかも充電もすごく早いっていうことで、なんか本当に急いでる時とか、もうガチの仕事で絶対に iPhone の充電切らしちゃいけないみたいな時とかは、結構この組み合わせに助けられてる日もあったりしますね。でスマートフォンの充電はもちろんなんですけど、タブレットとかパソコンとかもよく一緒に持ち歩く方には非常におすすめですね。これ1個でモバイルバッテリーと充電器とこのケーブルっていう1台3役を担ってくれるような感じなので、結構荷物もすっきりまとまりやすいんじゃないかなと思います。続いてのベストバイアイテムがこちらです。ニコン ZF ですね。フルサイズセンサーを搭載したミラーレスカメラです。まずですね、もう何よりもこの見た目が本当に最高なのと、性能面、特に写真がもうめちゃくちゃ良くて、もうこれを購入してからというもの、普段の動画のサムネイルもほとんどこれで撮影してますし、あと外出する時に持っていくカメラはですね、もう8、9割方これ持ち歩いてます。でインスタとか SNS とかに上げる、ちょっとした写真とかも今はですね、もうほとんどこの ZF で撮ってますね。で私はですね、この 40mm の単焦点レンズのキットで購入したんですが、またこのレンズがですね、コンパクトなのにめちゃくちゃよく映るんですよ。そもそも 40mm ってこう外出先でフォトウォークするにも、結構撮りやすい画角ですし、あとやっぱ何よりもこの見た目ですよね。このちょっとレトロでかっこいい雰囲気の ZF とも相性バッチリなレンズなんですよ。であと見た目と性能の他に操作性も意外とですね、慣れると使いやすくて、というのも設定が追加で必要ではあるんですが、 ISO と絞りとシャッタースピードと露出全部この右手側だけでいじれるようにすることができるんですよ。 ZF が割とですね重たいカメラなので、私の場合はですね腕力がないんで、左手はがっちり ZF をこうやって固定しておきたいんですよね。でそうすると操作に使えるのが右手だけになっちゃうので、こっちのダイヤルいじったりしてるとですね、シャッターチャンスを取り逃したりすることがあるので、右手だけで全ての設定が完了できるっていうのは結構ありがたいポイントですね。これを購入する前からカメラで写真を撮ることはすごく好きではあったんですけど、この ZF を買ったことでなんかもう一歩写真っていうものに踏み込めたような感じがしましたね。本当に撮ってて楽しいですし、写真を撮るためだけに出かけようっていう日もあったりするぐらいなので、もう本当にこの ZF のおかげで楽しくて豊かな生活が送れるようになったなっていう風に感じてます。で基本的には見た目も性能もあと操作性もなんだかんだすっごい気に入って、本当にしょっちゅう持ち歩いているアイテムではあるんですが、デメリットもあるんですよ。先ほどもちょっと言ったんですけど、これ重たいんですよね。結構ずっしり感あります。多分 APS-C とかの軽めのカメラ今まで使ってましたみたいな方がこれをですね持つと結構重たく感じてびっくりするんじゃないかなと思います。ほんとそれぐらいずっしり感がありますね。ちなみにですねちょっとご注意いただきたいのが、ここのシャッターレリーズの部分と、あとこのレンズにつけているフードとカメラストラップと、カメラストラップをこのカメラ本体につけているこのアダプターですね。この1,2,3,4つに関してはレンズキットにはついてこないものなので、ちょっとご注意いただければなと思います。それぞれ別途全然別のブランドで購入したものですね。もうこのですねストラップとかの周辺アイテムに関しても ZF とめちゃくちゃ相性良くて非常におすすめなので、概要欄に一緒にリンク載せておくので、気になった方はぜひ合わせてチェックしていただければなと思います。であとせっかくなのでカメラに関連するものでちょっともう一つおまけに紹介したいものがありまして、それがですねこちらですね。このアプリ DAZ カメラになります。これが iPhone 用のカメラアプリとなっておりまして、 iPhone で撮った写真をフィルムカメラ風に加工してくれるアプリです。もうこれがですね iPhone のカメラ性能とめちゃくちゃ相性がいいんですよ。もう iPhone でいつも通り何気なく撮った写真とかをすんごい素敵な雰囲気にしてくれるんですよね。で私は買い切りタイプの有料版のフィルターを購入しているんですけど、もうこれがですねめちゃくちゃフィルターいろんな種類選べるようになってるんですよ。フィルター名の一番右側に R という文字がついていないフィルターに関しては iPhone 以外のカメラで
撮影した写真データっていうのを取り込んで加工することも可能になってます。例えば私はこの D クラシックっていうフィルターがめちゃくちゃ好きだったりするんですけど、すごいですね、おしゃれなフィルムで撮ったかのような写真にいい感じに加工してくれるんですよね。でしかも面白いのが、設定してあげるとランダムであえてこの端っこが観光しちゃったみたいな感じの柔らかいですね赤っぽい色とかを刺したりすることもできるようになっているので、本当にですねエモーショナルな使い方がいろいろできるようなアプリになってます。でこのアプリ無料で使うこともできるんですが、有料フィルターがですねかなりいいのと、本当に1回こっきりの2000円ぐらいの買い切りで結構使い放題っていうような感じなので、もう個人的には有料のフィルターで使ってあげるのがもうめちゃくちゃおすすめですね。超楽しいです。続いての買ってよかったものが、私をオーディオ沼に叩き落としたこちらの有線イヤホン一式となっております。これはですね本当につい最近の12月の買ってよかった動画でも紹介したアイテムですね。価格帯的にも万人向けではないので、ちょっとあっさりめの紹介にとどめようかなと思うんですが、これがですねマジですごいんですよ。音の解像度が高い高音質っていうのはもちろんなんですけど、私はですねこのイヤホン一式と出会って音の定義感というものをようやく実感できましたね。もう本当に臨場感がすごいんですよ。私が今まで聴いてた音楽何だったんだろうってぐらい、もう本当にですね目が覚めるような美しい華やかな音で音楽を楽しむことができるようなイヤホン一式となっております。で一応こちらのイヤホン一式の内訳をご紹介しておきますと、まずですねこちらの有線イヤホンの本体部分、ここがセイオーディオのハイプ4ですね。でイヤーチップに関しては今のところデフォルトでついてきたものを一緒に使うような感じにしています。でケーブルに関してはなんとですね前回12月の買ってよかった動画で紹介したものよりもさらに新しいものとなっております。動画を公開したところ、オーディオ沼の方々からさらにですねこっちもおすすめですよっていろいろいい感じのものをご紹介いただいて、で自分でさらに調べてピンときたのがこちらのケーブルなんですよね。信長ラボのエクリプスというところのケーブルなんですけど、こちらの 4.4mm のバランスケーブルですね。もうこのケーブルに変えたところですね、またもう本当にすごくてみたいな、ケーブル1本でまだこんなに進化するのっていうような感じで、このケーブルに変えたことでみたいな、この音楽こんな音鳴ってたのみたいなのにまた新たに気づいたりとかして、本当にびっくりしましたね。でイヤホン、ケーブルとこの iPhone の間をつないでくれているこのポータブルアンプなんですが、こちらは FIO の KA17 というポータブルアンプを接続しています。こちらがですねここにディスプレイがあって結構細かい音量調節とかもできて、使いやすいっていうところと、あと音ももちろんいいので、その点でも非常に気に入ってます。で私の場合は Apple Music のアプリか、Amazon Music のアプリでハイレゾ音源とかを聞くことが多いんですけど、その時に便利なのがこれですね。このアンプ収納ケースなんですけど、なんとこのケースがですねマグセーフ対応なので、こんな感じでアンプを収納してあげたらピタッとiPhone の背面にくっつけておくことができるんですよ。もうこれがめちゃくちゃ便利で超助かってます。このアンプ収納ケースのおかげで有線イヤホンを外出先で使うのが本当にストレスフリーになったので、もうすでにお気に入りのポータブルアンプと有線イヤホンがある iPhone ユーザーの方はもうこのケースマジで便利で超おすすめなので、ぜひですねこの機会にチェックしていただけたらなと思います。もう今まで音楽っていうと私もほとんどながら聞きだったんですよね。何かの作業をしながらとか、あと移動中に聞くとかだけだったんですけど、もうこのですねイヤホン一式、この子たちのおかげで本当に音楽聴くのがめちゃくちゃ楽しくなったんですよ。一日のこの限りある時間の中でじっくりと音楽に没頭する時間っていうのをわざわざ作るようになったんですよね。もう本当にそれぐらい結構私の中で生活が変わったなって思ったアイテムだったので、ちょっと今回ご紹介するに至りました。多分あんまり参考にはならないと思うんですが、オーディオ沼にちょっと一歩足を踏み入れてみたいなみたいな方には、割とおすすめだったりする組み合わせかなと勝手ながら思ってます。続いてのベストバイアイテムがこちらです。カップウォーマーですね。マグカップを上に乗せて中身が冷えないように温めてくれる非常に便利なアイテムになってます。
でガラス、陶磁器、あとステンレスに対応していて、それぞれの材質ごとに3段階、全部合わせて9段階で温度を切り替えることができるようになってます。で、私がですね、かなりの猫舌なんですが、なんとこのカップウォーマーだと55度っていう結構ですね、ぬるめの温度でキープしてくれるので、その点で非常に重宝してますね。ちなみにですね、紅茶入れたてでもう熱々の状態でこのカップウォーマーに置いてしまうと、中身がですね、本当に熱々の状態を長時間キープしてしまうっていうのがあるので、私の場合はですね、紅茶入れたらまずは普通のこちらのコースターの方で程よく冷ましてあげてから、ちょうどいい温度になったかなっていう時にこっちのカップウォーマーに移してあげて、でこのコースターはですね、こんな感じで蓋してあげて使うみたいな風にしてます。この使い方してあげると本当にですね、いい塩梅のあったかさの紅茶っていうのを長時間ずっと飲むことができるので、非常に気に入っている組み合わせですね。で、ちなみにですね、こちらが最高で85度まで温度キープができるような仕様になっているんですよ。なのでカップウォーマーの底面には重力感知ボタンが搭載されています。ここのですね、上の部分にマグカップみたいな重たいものが乗っていない場合は動作しないような仕組みになってます。あとは自動電源オフ機能とかタイマー機能もついてますし、あとこれPSE 安全認証マークもついてるんですよね。なので割と安心して使っていただきやすいんじゃないかなと思います。で、基本的にはかなり気に入ってるんですが、これ給電が AC でコードも結構太めなので、デスクに置きっぱなしにしたい方とかはこの点がちょっと気になるかもしれないですかね。猫舌でも使えるカップウォーマー探してるよみたいな方には非常におすすめなので、ぜひチェックしてみてください。続いてのアイテムがこのケーブルではなく、ケーブルをまとめているこちらのマグネットクリップですね。こんな感じで充電ケーブルだったり有線イヤホンだったりをすっきりまとめることができるアイテムになってます。このケーブルクリップがシリコン系の伸縮性がある素材で作られているので、割と太めのケーブルであっても、電源タップのコード配線なんかもこんな感じでしっかりまとめることができるようになってます。で、クリップにはこんな感じでスリットがいくつか入っているんですが、このスリット部分にこんな感じでケーブルを通してあげることで、ケーブルからクリップが外れて、あれどこ行っちゃったんだろうみたいなことが防げるようになってます。この点も本当に便利でありがたいんですよね。で、この手のですね、マグネットでパチッと止めるタイプのケーブルクリップっていろんなところから出ているんですが、このアイテムはですね、ここのマグネットのピタッとくっつける部分を見ていただいた通り、かなり薄めな仕様なんですよね。なのでケーブルを外出先に持ち歩く時とかも、ここはですねちょっと薄いだけで、だいぶコンパクトな印象になるので、その点も非常にありがたいんですよね。ちなみにですね、ここの挟み込む部分の磁力そこそこ強めなので、ケーブルをまとめた上でデスク周りのスチール部分にピタッとくっつけておくことも可能ですし、あとはこういう風なお気に入りのカードとか、あとちょっとしたメモとかを挟んでぶら下げて飾ってあげるみたいなこともできるようになってるので、いろいろアレンジして使っていただきやすいんじゃないかなと思います。続いてのアイテムが地味なんですけどめちゃくちゃ便利なアイテムでして、それがこちらですね、滑り止めシールになります。私の場合はですね、例えばなんですけど、こちらのですねスキンシールを貼ってしまったがゆえにですね、滑りやすくなってしまったこの iPad 用のマジックキーボードのこの裏面底面に貼って使っていたりするんですが、これすごいんですよ。本当に滑らなくなるんです。こうやってもうビタッとくっついて全然動かなくなるんですよね。非常にですねグリップ感が強い感じの滑り止めシールになってます。あとはこの黒いデスクに傷とか跡とかがつかないように、この白いコースターの裏面に貼ってあげて、滑り止め兼クッションとして、使ってあげたりとかもしています。あと他のおすすめの使い方としては、キーボードとかマウスパッドとかずれるとストレスが溜まりやすいデスク周辺アイテムの裏面にペタッと貼ってあげたりとかが結構おすすめですかね。あとはカメラのグリップの部分とかにもこのちょっと長めのやつとかを貼ってあげるとめちゃくちゃ安定します。でしかもこの滑り止めシールめちゃくちゃ薄いんですよね。わかりますかね、この薄さ。これだけ薄いとデスク周辺アイテムに貼ったとしても使い心地に響くことがないので、この点でも非常に使い勝手が良くておすすめかなっていうような感じです。続いてのベストバイアイテムがこちらですね。ミニバインダーセットになります。
これがですね、専用のちょっと小さめのルーズリーフを補充して使うタイプのものなんですけど、見ていただいた通り小さいっていうのと、あとこれ結構軽いんですよね。なのでカバンに入れっぱなしにしやすい点が非常に気に入ってます。でルーズリーフタイプなので、見返す必要がなくなったページだけこうさっと抜いておいて、できるだけこれ重さを軽くしておくっていうことができるんですよね。なので仕事とか作業のために、手書きできるメモ帳は持ち歩きたいんだけれども、もうなるべく軽くしたい、なるべくコンパクトで使い勝手がいいものを探してるんだみたいな方には非常におすすめのアイテムとなっております。でこんな感じで広げてあげると、14インチの MacBook Pro と大体同じぐらいの長さになってくれるんですよね。で横長のタイプなので、キーボードの手前にこんな感じで置いてあげて、パソコンとあとこの手書きのメモとを併用するっていうことも結構簡単にできるようになってます。でインデックスも付属しているので、ジャンルごとにざっと分けておくみたいなことも可能になってますし、このインデックスを下敷き代わりに使うと結構ですね、メモが書きやすくなるっていう点でも非常に気に入ってますね。でさらにクリップとか付箋とか、あとちょっとしたカードとかを収納しておけるファスナー付きのポケットも付属してます。あとこのちっちゃめの替えのルーズリーフに関してはですね、なんと一般的な大きさの、このバインダーにも簡単にこうやってスッと通すことができるような仕様になってます。なのでルーズリーフを使って勉強している方は、さらに補足事項をこのちっちゃいメモの方に書いておいて、で一緒にこうやって保管しておくみたいなこともできるようになっているので、結構いろんな使い方していただきやすいんじゃないかなと思います。でちなみにですね、このバインダーにつけているペンとペンホルダーに関しては完全別売りのものになってます。このですねペンホルダーは緑から出ているベルトシールマグネットというアイテムなんですけど、これめちゃくちゃ便利なんですよね。このバインダーに限らず、お気に入りのノートとか手帳にこんな感じで簡単にペンホルダーを作ることができるようなアイテムなので、これ単体でも相当便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。続いてのアイテムがこちらですね。ゴミ箱ポーチポイになります。外出先で出てしまうちょっとしたゴミをですね、ここの中にポイッと入れておくことができる携帯ゴミ箱ですね。飴とかガムの包み紙だったりとか、あとアルコールの除菌シートとか、ティッシュとか、あといらないレシートとか、そういうちょっとしたゴミをもうとりあえずですね入れておくっていうのにもうめちゃくちゃ便利なアイテムになってます。日本ってやっぱりまだゴミ箱少ないので、これ1個ですね外出先に持ってくともうめちゃくちゃ便利なんですよ。非常に重宝してます。で中にゴミを入れるときはですね、ここの入り口のところを左右からグッと押して開いてあげるか、こんな感じでぶら下げた状態であれば、ここのですね紐の部分を片手で引っ張ってあげるだけで簡単にですねゴミを入れられるような感じになってます。でこのゴミ箱ポーチの内側に関しては一応撥水性のある素材が採用されてます。ただ完全防水っていうわけではないので、ちょっとその点だけご注意いただいた方がいいかなと思います。で一応このポーチの上の部分にカラビナが付属しているので、お気に入りのバックパックとかだったりに、カチッとこんな感じでぶら下げて使ってあげるみたいなことも簡単にできるようになってます。でしかもですね、このグレーの面なんですけど、ここの部分がリフレク素材になっているんですよ。なので夜道とかで車とか自転車のライトを反射してくれるような感じなんですよね。私バッグも黒で着てる服も黒みたいなことが多いので、夜道歩くときはなるべくこれバッグの外側に吊るして、ここのリフレク素材で自転車とか車とかに気づいてもらえるような感じにしてます。いつもポケットの中とかにちっちゃいゴミが溜まってるんだよなみたいな方は、これ外出先に持ち歩いてあげるとそういったことも少なくなるんじゃないかなと思うので、ぜひですねこの機会にチェックしてみてください。ベストバイアイテム最後がこちらですね。これ何かと言いますと、縦型のバックインバッグになります。もうこれヘビーユーズしすぎていて、だいぶ使用感が出ていて恐縮なんですが、リュックとかトートバッグみたいな縦に長いタイプのバッグと相性がいいバックインバッグになってます。こちらはですね、上の方にこんな感じで持ち手がついているので、バッグから出してまた他のバッグに入れるみたいなことも非常に簡単な仕様になってます。でとにかくですね、これポケットの数が多いのが、最大の特徴と言って
っても過言ではなく、なんとですね、大きいものから小さいものまで合わせて16ポケットもついてます。個人的にはですね、ここの内側にあるペットボトルとか折りたたみ傘とかを差し込んで、こんな感じで立てて収納することができるポケットが左右両方についてるっていう点が非常に気に入ってますね。で、さらにですね、この上の持ち手の近くにはこんな感じでキーフックがついているんですが、これがまためちゃくちゃ便利でして、頻繁に取り出す機会が多いものですね。例えばイヤホンだったりとか鍵だったりとかをここにぶら下げておくことができるようになってます。で、私がですね、一番最初にこれ購入したのが M サイズだったんですけど、もっと大きめのバックパックに入れる用のやつも欲しいなということで、じゃじゃーん、なんと追加で L サイズの方も購入してしまいました。もう本当にそれぐらい気に入ってますね。ちなみにこちらのですね、L サイズの方はだいたいざっくり A4 ぐらいのサイズ感になってます。無印から発売されてる肩の負担を軽くするリュックっていう、めちゃくちゃ有名なリュックがあるんですけど、L サイズだとこれとですね、本当にぴったりぐらいのサイズ感になってますね。で、私M サイズ、小さめのサイズに関してはブラックを購入したんですけど、この大きめの L サイズに関してはグレーを購入したんですよね。ちょっと明るめのカラーを購入しました。というのも、この明るめのカラーの方がバッグの中にこのバックインバッグを入れた時にですね、どこに何を入れてるかが明るいからすぐ判断できるんですよ。バッグの中って基本的には光が入りにくくて、結構中に入ってるものを探すのが大変だったりとかするので、バックインバッグは意外とですね、こういうちょっと明るめの色にしてあげた方が中身が見やすくて結構おすすめだったりしますね。バッグの中で物が結構迷子になっちゃうんだよなみたいな方には、こちらのバックインバッグ非常におすすめなので、この機会にぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで今回は2024年のベストバイをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった買ってよかったものとかお気に入りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。